こんにちは。今回は無色転生第2期第16話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。引きこもりになったか。お前らの学生時代がフラッシュバックしてるやろ。学生時代は皆勤賞だったぞ。社会人になってから引きこもった。右に同じ。でも学生時代こそ好きに休むべきだったなと今は思う。学生時代の皆勤賞なんて何の意味もない。何が気に食わないんだのるん。肌こんなので前世で家族と仲悪かったやつが言ってもね。優秀な妾の子と不出来な風妻の子って難しいな。そうだそうだ、半妹も全妹も妹だぞ。血がつながってなくても妹や。なんで頭いいのに家事手伝いやりたいんだ。元から母メガネメイドにルーデウスの役に立つように言われて育ってる。学校に行くより大好きなお兄様のお世話をしたい。妹メイドに体洗わせてる。悪気がないなら仕方ないな。悪気ないって一番悪質やんけ。下ネタ多いな。分からせられるのはお前らじゃい。手のひらくるっくる。爆速手のひら返し。周りの人間も本人も優秀なのばっかだったからこのパターンは初めてだな。引きこもりが転生したら妹が引きこもりになった。女番長の上級生に気にかけられても困るか。何も話進んでない問題。作品には話を進めることとキャラを掘り下げることの2つがあるから。これ妹が引きこもりになって事故って逆異世界転生したりするの。妹は才能ないから覚醒して挽回しないんだろう。こんなん続いてもきついわ。リニアとグルセナひどい事件だった。のるんちゃんもアイシャちゃんもそれぞれ難しい年頃だな。パンツエピソードもカットせずにやってきたな。学園編もしっかりやりきる感じかな。家族だから無条件で仲がいいわけじゃないのはその通りなんだが、見てる側としては辛いわ。学園編長そうですな。学園編はもう終わって妹編に入ってるぞ。原作だとルイジェルドさんが知る人同席中にエリスではないのかって発言して空気ひどかったのに、アニメは空気ぶち壊してなかったな。ルイジェルドが何回もエリスのこと聞いたり語ったりしてて、随分買ってるんだなと思った。ルディエリは推しカプだからな。別れにはちょっとしんみりしたな。たった1話でルイジェルドさんが出ていっちゃうとは思わなかったわ。まあ同族探さないいかないし、原作だと家にいられる空気じゃなかったから、ルーデウスからしたらもっと滞在してくれると思ってショック受けてるや。妹は誰に似たのやら。母方のばあちゃんとパーラに似てるな。おばあちゃん見てないんだよな俺。その回飛ばしたかも。アニメはその辺すっ飛ばしたんだってか。のるんってお前ら。俺らはこんなに可愛くない。作画の乱れだろう。ルーデウスの生前の男見たくなっちゃってるぞ。これはパウロの教育がダメすぎたな。女癖が悪いって思われてるかな。あの状況でそんな教育とかできんやろ。なるほど、これはルーデウスの妹。ただしルーデウスの前世の方だが、これは前世が引きこもりだった経験が使えるターンだな。でも引きこもりのまま死んだから解決はしてないんだぜ。ユキシーが直しただろ。妹2人とも学校に行きたくない子なんだな。アイシャの方は学校に行きたくないじゃなく、行く時間がもったいないってだけ。学校で学ぶことがない。天才かよ。ノルンは家庭教師つけてマンツーマンで教える方が合ってるんじゃないかな。例えばロキシーみたいな。ノルンは分数の割り算ができないからそこで算数が止まってるんだよ。それをなんとかしないと学年通りの勉強をしても頭に入らない。思い出ポロポロかな。あれも分数の割り算でつまずくか否かでその後の人生が決まるって言ってた。分数の割り算余裕だったけど今実況民だよ。妹エンディング可愛すぎる。相沢さんの演技は信頼しかない。のるんちゃんとルーデウス割とそっくりで美男美女兄弟だと思うんだけど。まあでもルディの妹だからいじめなどには無縁に過ごせそうだ。ノルンは素直になれないだけでいい子のはずだから早くみんなと仲良くなってほしい。
ルーデウスの妹であるノルンとアイシャが登場。お互いに全然違う性格だし、ルーデウスに対する好感度も全然違うから、すごく難しい関係性だな。アイシャがあの頃の髪留めを今も使ってるの、愛が深くて良い。兄貴としてのルーデウスを久々に見たけどしっかりしてきたな。ノルンはノルンなりに頑張っているんだよとか、およそ無色とは思えない良いセリフを量産してる。性と愛がテーマの作品だから、このままバトル少なめ群像劇マシマシでお願いしたい。できるメイド妹とできない姉。前からそうだったけど、少し成長しても何も変わらんな。まあ特にノルンは境遇的にルディにああなるのは仕方ないけれども、下着泥疑惑は草。あの獣ども、誰ぞみたいな引きこもりにと一直線やけどどう救うんやろ。七星あたりとはうまいそうだけど。いやーよかった。今回もやっぱりルイジェルドさんは安心感が違うね。ノルンとアイシャマジで可愛い。マジで面白い。次回が楽しみすぎる。次回がノルンのあれだとすると再来週にはもう来るのか。久々のルイジェルドさんを堪能するいとまが、心のルーデウスがあまりにも短いと暴れている。エリスのことフォローしてんのが、なんか喧嘩した子供を仲裁する先生みたいでわろた。ギスギスのルンちゃんは正直苦手だけど、家族というテーマをちゃんとやるのが無色のいいところじゃ。ノルンとアイシャも物語に加わり、また新しい風が吹き始めましたね。最後引きこもってしまったノルン。一番近しい妹に何でもできてしまうアイシャがいるというのはやっぱり辛いよな。再引きこもり部隊精鋭のルーデウスさん、あとは頼みますよ。ノルンのことは親子喧嘩の振り返り。ここで説明しなかったから少し長引くんだよね。当時は幼少ゆえに殴り合いの怖さとパウロを殴られることへの怒りが先に立って、聞く耳持たなかったけど、この段階ならパウロとルーデウス両者の当時の状況を聞いて、落ち着いて考えてくれただろう。長く一緒に旅してきたノルンとアイシャは、やりたいことのためそれぞれ歩み出す。まだ子供の2人を大人のルーデウスが支えていくのには苦労が多そう。まだまだ関係がいいとは言えないけれど、愛というか家族の温かみというのを感じました。夫婦もラブラブでいいね。結局ね、パウロが悪い。笑い。ノルンはルディとシルフィの結婚を批判したけど、パウロはもっと下半身緩かったし、アイシャも妾のこと言われ傷ついてノルンに反発心を持っているし、元凶はすべてパウロ。笑い。本当兄ちゃんも大変。笑い。自分の元からエリスがいなくなって人がいなくなることが怖いルーデウスにとって、また戻ってくるってルイジェルドの優しい言葉は響くだろうね。枠の中で一匹で飛ぶ蝶が、パウロと引き剥がされて家や学校に馴染めないのルンみたいで、同じような前世がある兄として何をしてあげられるかと。ノルンとアイシャがルディの元にやってきたが、性格が真反対な上に、仲も悪いとなると扱いが難しいな。そんな中でも兄として大人として、最善を尽くそうとするルディは応援したくなる。一方でクルセナたちに濡れ衣を着せられそうになったところはめっちゃ笑った。焦るシルフィは可愛かったけど、無色転生の男性キャラは皆、心地よさと信頼感があるんだよな。その筆頭はルイジェルド。ノルンとアイシャ、できないものとできるもの。これって社会でも刺さることだな。輪の中にいるとどうしてもあることだと思う。嫌いな相手や環境ってどうしようもなく辛いんだよな。ルイジェルドが早々に立ち去って当然のように妹たちと騒動の兆し。ノルンはパウロとの一件もあって、なかなか本心話してくれなそう。アイシャも内心闇を抱えてそうでどちらも心配。嫁がエリスでなくシルフィというのも、複雑な妹心に拍車をかけてそう。兄としての腕の見せ所かな。ルディのことを慕っていて何でもこなせるアイシャはもちろん可愛いけど、そんなアイシャに劣等感を持ちぶきようなノルンは、なんだか放っておけない気にさせられる。学校にも馴染めず引き込める彼女の力になれるのは、前世で似た経験を持つルディしかいないと思うので、なんとか救ってあげてほしい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、
最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。